一目惚れで購入しました。ステージには本当にぴったりです。輝きがもっともっと増すんですよ。はじめまして、玉野マナーです。よろしくお願いします。はい、私はレコジョというアイドルグループに所属していて、普段はアイドル活動をしています。そのレコジョというグループなんですけど、青春アミーゴやダイテセニョリータ、また桃色クローバー Z さんやスーパーフライさんなどの作詞をされている作詞家さんがプロデュースするアイドルグループなんです。これから私玉野がいつもステージでしているメイクを初めまして代わりに皆さんに紹介したいと思います。それでは GO！ 玉野的ステージメイクのコリポイントを紹介していきます。豆乳イソフラボンの化粧水です。しっとりに加えて持ち肌に弾力が出るので、メイクをする前には欠かさずに使っています。特に目の周りの皮膚っていうのは本当に繊細なので、しっかり指で押さえてあげる感じですね。蒸発してしまうことが化粧水はもったいないことだと思うので、カバーするように手でしっかり保護してあげて浸透させていくといいかなと思います。照明、スモーク、汗、すごく乾燥するんですよ。なのでこちらのジョンソン&ジョンソンさんのベビーオイルを化粧水を塗った後に使います。これによって乾燥を防いでくれるんですよね。お顔全体に塗ることをおすすめします。赤ら顔で何もしていなくても顔が真っ赤になってしまうんですよね。で、それがステージ上では余計に汗をかくともっともっと真っ赤になってしまうので、セザンヌの赤み補正コンシーラーのソフトグリーン緑のカラーコントローラーを使って赤みを抑えていきます。赤いほっぺの部分、これから赤くなるだろうなっていう範囲、指でポン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 と乗せていきます。鼻のあたりも塗ってあげると赤みを抑えることができるので、この後塗る、ファンデーションだったりっていうのをより映えさせてくれるので、まんべんなく塗ることがおすすめです。こちら今日使ったコンシーラーはファシオの01番。ステージのメイクをするときはワントーン暗めを選んで使っています。最初にクマのところに塗るんですけど、もう直接このスティックのまま塗ってもらって、周りだけポン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 ってぼかすように、あえて手で伸ばしていくことで馴染みが良くなるのでおすすめです。ポール&ジョーさんの中でもピンクベースになっている01番のベースを使っています。お顔を全部に塗るのではなくて、クマとほっぺのみに塗っていきます。先ほどグリーンのカラーコントローラーで消した赤みのところも上から塗ってあげると自然なお肌に仕上がります。クリームアイシャドウマジョリカマジョルカのマジョルックイルミネーターの一番明るい色を使っています。この後ですね、BB クリームと一緒に混ぜて使うという意味で、目の下に先にこちらをのせておきます。柔らかめのシャドウなので、塗ることによって光でクマを、くすみを飛ばすことができるので、ステージには本当にぴったりです。セザンヌの01番のライトオークルになります。こちらの入れ方なんですけど、目のクマの部分を底辺にする逆三角形入れていきます。そうすることでマジョリカマジョルカのクリームシャドウを先に入れたと思うんですけど、それとうまく混ざり合って光が当たった時に飛びやすくなるので、すごいおすすめです。そこを押さえた後に鼻の部分だったり顔を塗っていきます。ここでもう一度コンシーラーを使います。小鼻の周りと口の周りに使います。しっかり伸ばしていきます。そして下唇の本当に真下のところに入れます。コンシーラーをワントーン暗いものを選んでいるので、ここに入れることによって口周りも引き締め効果が出るので、ぜひやってみてください。アイシャドウはマジョリカマジョルカのジュエリングアイズを使用しています。右上のこれをアイホール全体に伸ばしていきます。ラメがすごく細かいので、大きいとギラギラ感というか派手なステージメイクになってしまうんですけど、細かいラメで最初のせます。そして次にピンク色のシャドウをのせていきます。二重との間に入れていきます。ラメの種類が変わるだけで本当に角度によって目の輝きが変わってくるので試してみてください。ブラウンのシャドウを使っていきます。こちらはですね、まつげの生え際のところに細い筆を使って入れていきます。アイラインを引く場所と同じところになりますね。左上の白いラメを使います。黒目の真上のところ、指で
ポン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 と乗せます。輝きがもっともっと増すんですよ。最後の仕上げにこの白いラメを入れてみてください。キャンメイクのクリームハイライター02番を使います。眉毛のすぐ下の部分から目の端に向けての C ラインのところに塗っていきます。結構大きく目の輪郭を沿うみたいに塗ってもらって大丈夫です。これも多めに塗ってもらって、この目の上が明るくなることで顔色が明るくなります。次に使用するのがマジョリカのジェルリキッドライナーになります。お色はブラックになります。ステージメイクではラインを引かないんですよね。短めの代わりにしっかり濃く出るものを使っています。で、先ほどアイメイクの時にブラウンのシャドウをアイライナー引くところに沿って入れたんですけど、目尻にしか引かない分、いつも引くようなところはシャドウでぼかすっていう感じになってます。ビューラーはロフトで購入したものを使っています。すごい硬いんですよ、このビューラー。クッションも硬めなので、まつげを挟んだらそのまま角度を少し変えるだけでまつげが上に上がってくれるので、変な力も加わることがなく、まつげを引っ張りすぎることもなく、綺麗にカールさせることができるので、これを使っています。マスカラは2本使っています。カールをキープするもの。そしてもう一つはロングタイプのものを使用しています。先にキープのものから塗っていきます。ポイントなんですけど、ビューラーでまつげを上げた後に塗っていく時にそのまま塗るのではなくて、まつげをピッと真上に立てるイメージで外から入っていくとすごい綺麗に塗ることができると思います。多めに塗っているので、まつげ用のコームを使って溶かしていきます。で、下まつげも同様に塗っていきます。そして最後に仕上げにロングのものを使ってまつげを伸ばしておきます。で、このデジャビュのシリーズは本当に汗をかいても落ちない、にじまないステージではおすすめです。普段使いはもちろんなんですけど、ステージでこの2本は本当に欠かせないです。リップは一番最初にこのバセリンを塗ります。乾燥してしまうと唇が割れてしまうので、もうステージでもそれは一緒なのでしっかり塗っていきます。そして次に使うのがリップのベースとして使っているこちらのレブロンの01番になります。素肌の唇に近い色を選んでいるので、まずベースとしてしっかり色をつけていきます。で、マットになるのでステージ上で使っても色落ちがしないのですごいおすすめです。ステージでの主役として使っているのがこちらのチフレの口紅になります。こちら結構色がピンク色ですね。なので先ほどのベースをしっかり塗ることによって混ざり合って発色も綺麗なピンク色になるのでおすすめです。もっとポイント的に色を足すために20番のレブロンを使っております。で、これの塗り方は塗りすぎると本当に濃くなってしまうので、指でポン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 と塗っていくのがおすすめです。ほんと塗りすぎ防止になるのと加減がしやすい。それと下地とかに塗っているリップと混ざり合いやすいので、このやり方はすごいやってみてほしいです。アナスイのグロスを塗っていきます。もうステージに上がる直前には絶対塗りません。踊っている時に髪の毛がくっついてしまうんですよね。ステージメイクをしている時だけ使って、それ以降はさっき紹介した3本だけを使ってお直ししていきます。鼻のあたりだったり頬骨の高い位置だったりテカリが気になる場所にパウダーを塗っていきます。お邪魔女ドレミのリズムタップフェイスパウダーです。一目惚れで購入しました。でもこの中のパウダーはすごいサラサラなのできめ細かいので、テカリの防止にも変に毛穴が目立つことなくサラサラした状態で塗ることができるのでおすすめです。かわいい。眉毛はこちらのキャンメイクのミックスアイブロウ04番を使っています。もともと私眉毛はしっかり生えている方なので、ペンシルは使わずにパウダーのみでいつも眉毛を描いています。平行な眉毛になるようにいつも作っています。で、このお色も髪の毛の色と合わせた色でいつも塗っています。ノーズシャドウ引いていきます。マジョリカのマジョルックイルミネーターの一番明るいお色。こちら、白パールのクリームタイプのシャドウですね。それを鼻にスッと最後塗ります。ヘアアレンジなんですけど、私前髪を今シースルーバンクみたいに薄くしている途中なんですよね。短い伸ばし途中の髪の毛が結構顔のサイドに
できてしまって、ステージで踊る時に結構それが邪魔になってしまうんですよ。なのでこのサイドに少し短い髪の毛と長い髪の毛を一緒に入れて三つ編みをするだけで顔周りがスッキリするのと、この視界に入ってくる髪の毛も綺麗に収めることができるので、ステージだけでなく、そうですね、運動される方とかスポーツされている方とかすごいこれおすすめなんじゃないかなと思います。そして前髪伸ばし途中だとどうしても髪の毛に迷ってしまうと思うので、ぜひ参考にしてみてください。皆さんいかがだったでしょうか？はい、私玉野のステージメイクはいつもあんな感じで、やはり汗をたくさんかいてしまうので、そして赤ら顔なので、いつもそれを抑えるメイクを勉強しています。なのでこの動画を通じて皆さんにも見ていただけたら嬉しいです。そしてですね、今回着ている衣装が新曲桃源郷の衣装になります。こちらはですね、2018年 SS の堺というブランドのシリーズになります。で、他のメンバーも違う衣装を着ているので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。次回の動画は別のメイクをやろうかなと思っていますので、この動画が気になった方、いや見てくださった方、次も見てください。よろしくお願いします。この動画が面白かった、参考になったよっていう方はグッドボタンよろしくお願いします。それとチャンネル登録も忘れずにお願いします。それでは以上、玉野マナーでした。次回もお会いしましょう。バイバイ。